こんにちは。大学の翔也です。今回はキッチンができたんでね、その前につくカウンターですね。そして腰板で壁仕上げていきます。まずはキッチン前のカウンターの加工ですね。カウンターは製材所行ってね、いろいろ探して、そして自分で釣ってきたんですけどね、なかなかね、耳付きでいい材料ってないですよね。こう耳ってなんか傷ついとんの？これ製材の爪の跡、爪があるね、製材に。ここに丸太がこれドンと刺してじゃーん。製材するときにこれつくの？これひっくり返らないね。この材料も耳付きでそういうカウンターかテーブル用にして引いてあったんですけどね、丸太の形がねあまりにも素直すぎるんですよね。自分ではもうちょっと変化のある株の張ったのがいいかななんて探しに行ったんですけどね、思うような材料ってなかなかないもんですよね。材料自体はね、目の込んだね素直なヒノキなんですけども、これだけの幅の材料をねプレーナー通して厚み通してってちょっと無理なんですね。用紙の方はちょっとね、基準局さんには目をつぶっていただいてね、一つだけ塗ってるんですけどね、厚みがね悲しいかなって取らない。カウンター専用のね、縦横無尽に走るようなそういう機械があればね削れるんですけどね。ですから両面手押しで仕上げました。ということは厚みをきちっと決めれないんですよね。角4箇所測っても一定じゃないってことやね。カウンターの上刃を水平に使えば下で厚み少々違っててもねいいんじゃないかなと自分ではね思ってるんですけど、削って仕上げればねいいものになると思いますけどね。これだけのね幅のヒノキ蹴ったのはね本当に久しぶりですよね。弟子の自分にね、お寿司屋さんのねまな板を毎年プレーのちょっと前ぐらいでね削らされるんやね。トラックで取りに行ってこれが傷ついててね臭くてね変な匂いして、これを蹴ったのを思い出しますよね。最近ではね20年ぐらい前にね、この幅よりももう少し広くてもうちょっと長い本当のこのお寿司屋さんのカウンターをしたことありますね。それぐらいからあとはもうこんだけの幅のヒノキって減ってませんね。これでねカウンター材はできたんですけどね、カウンターの前にねまずスタジオへ入る入り口枠を作ります。入り口枠言ってもね同じヒノキ材で作るんですけども、形が変わってるとかそんなんじゃないです。普通に45の120のヒノキ材でちょっと出っ張ってくるようになりますけどね、入り口枠を作ります。なかなかね入り口枠とかね窓枠でも木材でするの少なくなりましたよね。昔はね何もかも加工してきてね、そして現場でもう何日もかけてこういう風に枠は刻んだもんですよね。今はちゃんちゃんと入り口枠なんか1日2日で終わってしまいますからね。
壁からね枠がかなり出るんでね、結構止めるのに普通の枠の組み方ですとね横が見えてしまうんやね。ですから目地というかねほどちきで長く入れてやって、そして上刃から止めるようにします。横からねタルテにしたりねそれしてもちょっと面白くないんでね、上刃から完全に止めようと思うとやはり長めのほどというかね目地というかそういう風な組み方で入り口枠は取り付けていきます。今度はねキッチン前のカウンターをつけていきます。つけるというか作り付けですよね。キッチン周りとか炊事場周りね、新築でもリフォームでもキッチンが先でその後にカウンターとか壁をつける、これは本当に初めてのケースですね。なんでこういう風になったかっていうとオープンキッチンではないんですよね。普通のキッチンを部屋の真ん中に置いた。でもキッチンを高さがあるもんで囲ったんではこの撮影ができないってことでね、フラットで今回はするんですけども、これをカウンターまで何もかも製品のキッチンではね、またそれも面白くもないですからね。このヒノキのカウンターとキッチンを合体させるってことだよね。ですからキッチンを壁で囲ったりするとその壁が撮影の邪魔になってしまうんですよね。それやったらもうキッチンを先に真ん中にボンと据えて、それに合わせて高さも長さも壁を作っていこうかな。もう一つは結構スペースが狭いです。全体で6畳ぐらいしかないんでね、その6畳の短い方向にキッチンが並ぶ。それとカウンターから壁から全部仕上げたら、これキッチン組むのもキッチン屋さん大変ですよね。奥から先行で流し据えて、そしてカウンターをつける、両方の意味でねキッチンが先になった。最後にきちっと仕上がればいいんですから、どっちが先というかね、ただ初めてのケースやっていうだけなんですよね。カウンターを止める、正面と壁の方はいいんですけどね、左の方は壁で囲うっていうスペースがないんですよね。壁をつけたら人間が通れないで、結局考えた末この丸太で受けようかってなったんですけども、丸太もね立てる位置ですよね。角に立てた方が1人座る人間が増えるんですけど、やっぱ形的にね、だいたいこういうカウンターやったら端から柱1本分入ったとこに立てますよね。これは絞りというか磨きというかね、ボディ系やね。この丸太を小口の方から1本分入って立てます。上も下もほどにしてもいいんですけど、やっぱりね下は床ですから振るいませんよね。カウンター側はやはりねカウンターが反ったり離れようとするんでね、カウンター側だけに歩道を入れます。それも大きな歩道で長めにしてね、まさか上へ抜くわけにはいかないんで長めの歩道をつけて、そして上だけをしっかり止めます。床はそんな荒れてきませんからね、それでおとなしく折ってくれるんじゃないかなと思ってます。両端引いて取ればいいんですから
からね、長い丸太も短い丸太も基本的に仕事は同じような感覚でね、芯積み上げて胴突き回して炭して刻んで、なかなか丸太って小柱ぐらいしか使えませんけどね、こういうとこへ使ってもいいものになると思いますよ。四角い柱でもなかなか直角に切るだけがね難しいのに、丸いのもスカッと切って100個ひっつかなあかんないけね、どっかがちょっと言わんでもひっつかないんですよね。それをなぶってすると余計にひっつかなくなるんやね。ですから最初の短くても長くても丸太は芯上げて、そこから直角回して右回りと左回りでこれで OK かな、それで刻んでいけば大概はありますけどね。自分は丸太なぶるの全然好きですけどね。それではね、カウンターをなぶっていきます。まずね、長さを切ります。長さを切って小口をスカッと削ってやるってことでね、割れ止めの加工とかね、そういうのはしませんけども、ウレタンで小口まで綺麗に塗ってもらいますからね。小口は基本カンナーでねスカッと削ります。今までこんな綺麗に出たことあるっけ？いつもや。短いですけどね、柱のほどは少し固めというかきちっと入るようにします。そしてこの床はね、ちょうど継ぎ手の上に行ったんで、継ぎ手の部分をね限度で叩いてまっすぐにします。下手に削ったりしたらかえって悪くなりますからね。そして収めていくんですけども、壁に入る小口はねやっぱりしっかりと割り止めをしておきます。ここはね塗装をかけてもらえませんからね、壁に入ってしまいますから。そして歩道にはしっかりボンドをつけて、そして収めていきます。なんないの？よしや。はいはい、オッケー、あった。ついた。ついた。基本銅縁でね挟むように取り付けたいんですけども、壁に入る部分は銅縁で挟むことできるんですけどね、キッチンにひっつく部分とフリーになった左側はね下からしか止めようがないんですね。できるだけ動かないようにね半分願いを込めて取り付けていきます。そしてね、キッチンとカウンターを長いクランプでつけます。なかなかねキッチンの裏ってねホーローになってると、ホーローってねボンドひっつかないですよね。しっかりとウレタンボンドを塗ってね、とにかく一体にしとかないとね、キッチンの立ち上がりとカウンターとね隙間ができたんではね話になりませんからね。これでねカウンターがついたんで、そのカウンター周りの腰板をやってきます。腰板はねヒノキですね。床杉で腰も杉にしようかなと思ったんですけど、やっぱしね色合いを変えるってことでね、ちょっと腰板がねかえって映えて見えるんじゃないかなと思いますね。
腰板ってね、居酒屋の座敷の背もたれをイメージしますよね。別に背もたれじゃなくても腰板はあるんですよね。傷がつくのはどうしても腰から下なんですよね。ベルトから上に傷はつかない。もともと下の補強ですよね。傷をつかないように下の方を丈夫にしたのが腰板ですよね。腰板にはね、和風もあれば洋風もあります。この場合ですと床を杉にして腰板をヒノキにする。基本どんな色合いでも下は濃く上へ行くほど薄くします。腰板一つにしても下は株でやっぱり赤い自然界のバランスですよね。いい高さに角がありましてね、本当に毛がなくてよかったです。腰板としてはね、少し低めになるんですけどね、カウンターと揃えようと思うとね、自然とこの高さになります。この方がね、帯を入れた時にね、違和感がないですね。腰板の上はね、ボードを貼ってクロス仕上がりになります。まず幅木を回ってね、そして腰板の帯の高さはね、カウンターの高さで回ります。寸法もカウンターに合わせて作ってあります。そのことでね、少し低いかなと思うんですけども、違和感がないですよね。全体にスッキリ感があります。高さがまちまちですとね、スッキリ感がないですからね。デザインでね、水平ラインの位置決めって一番難しいですよね。で幅木はね、ピンタッカーで留めたんですけどね、さすがに帯だけはね、何も打ちたくないですね。ボンドだけで取り付けていきます。最後に回り縁を打ってこれで完成ですね。
YouTube スタジオできました。どうですか社長、仕上がりは。めちゃめちゃ気に入ってます。そうですか。ありがとうございました。正直ね、ちょっと心配だったんですけどね。そうですよね。ちょっとこの、割烹風になってしまってね。いや、めっちゃかっこいい感じで。実はね、敦賀のカニの専門店ですよね。松米さんのコラボで YouTube スタジオを作ろうかっていう話をもらってね。そして受けさせてもらったんですよね。こんな有名な方に、いやいや作っていただけるなんて、めちゃめちゃ光栄です。それでね、はい。今日は、この、越前ガニ、動いてますよ。これを、この社長さんの方からね、食べさせてもらえる。これ楽しみにね、工事しとったもんなんですよ、正直はね。松野さんもね、YouTube やってます。このコラボで、このカニをいただける。楽しみにしてます。はい。ぜひ美味しいカニ頑張って準備しますんで、はい。食べてください。ぜひ、この松野さんのチャンネルもね、見てください。これで、YouTube スタジオのキッチン完成です。以上、大学のしなでした。